で、4年前からすでにこれ購入されていて、そうです、そうです。どこに置いていたんですか？なんかその時もテストをしなきゃいけないので、テストは神奈川の方にちょっと貸していただいていて、はい、でそこでは、それこそ本当にデモンストレーションできるようにとかで、じゃあその4年間でいろいろこう、施工方法というか、一回整理したりとか、はい、ちょうど機械届きました、さあどうしようっていうところだったりするので、まずは材料探しをしたりとかしていて、やばいですね。材料ないので、結局それコモドからこの材料いいよとかないんですか？ないんですよ。ないんですよ。それは一長一短で、何でも使っていいんですよ。逆にこの材料しか使っちゃいけませんよがないので、そうするとメーカーから必ず買わなきゃいけませんはないんですよ。なるほど、なるほど。そうするといろんな国によって、調達してくる事情が違うでしょっていうのがメーカー側のコンセプトだったりするので、じゃあ日本は日本で調達してもらえばいいですよ。何使ってもいいですよっていうのがあって。そうすると、じゃあ材料はどうしようかなから始まるので、そうですね。その時にちょうど3年前経って4年目で半年ぐらい経ってから、そのタイの材料屋さんにつなげてもらって、でそこでこういろいろテストしていて、で、それが終わって、ちょうど2年前、2023年に、今度、今のこの現場に機械を持ってきて、23年の時に持ってきて、で、1年後に、ちょっとプロジェクトを立ち上げました。この住宅の2階のプロジェクトを立ち上げました。で、今年の11月に竣工しました。なるほど。じゃあ、23年ぐらいの時に、今回のお施主さんと出会ったみたいな感じですか？そうです、そうです、そうです。なので、23年の時に、自分が 3D やってたので、いろいろ情報はお渡ししてて、じゃあもうこっちで、立てることがあれば、じゃあやってみてもいいんじゃないって言ってくれて、施主さんとして立ち上がってもらったので、施主さんがいないとなかなかやりましょうっていうプロジェクトにならないので、そこが一番大きくて。なるほど。何から話そうかと思いますけど、確かに今まず五十嵐さんのパーソナルな話は多分まだ全然してないというか、なんで会社作ることになったのかみたいな話もあった方がいいかなと思うんですけど、ちょっと材料の話をもうちょっと広げたいなっていうか、知りたいなって感じですけど、なんか多分いろんな国でいろんな材料使われてるじゃないですか。それでタイのよく使われてる今回の材料は、何が良かったみたいな感じですか？日本で使うんだったらそれがやっぱいいなみたいな評価軸ってあったんですよ。一番は施工事例があると。多い、まず。多い。で、2階建ても作ってた。タイの方で作ってるっていうのがあって、それがあるので施工事例がある。で、なおかつ材料メーカーだったりするので、この材料をどう扱ったらいいかはより長けてるっていうのがあったので、そうすると、材料から話さなくても 3D のこと分かってる、材料のこと分かってる、立てた実績もあるっていうところで、もう、じゃあ使わせてくださいって言って、そこからずっと日本でもテストして。そうなんですね。タイは、なんでプリンター早いっていうか、自信はないとかあるんですかね？早いですね。やっぱ国ごと動いてるんですよね。やっぱ政府がかなり推進してるんですね。政府がやっぱり推進してます。めっちゃ推進してる。なので、サンゴ礁みたいな、なんか魚礁みたいなのとかはもう何千個みたいなのをプロジェクトで立ち上げてるから、いっぱいこう海にあったりとか、そこは機械も一種類だけじゃないので、いろんな機械を入れて、いろんな材料開発とかしてるので。会社も結構多いっていうか。もうそこが材料メーカーなんだけども、変な半分国が資本入ってる。大きいところだったりするので、そこがもう旗振りしながら。本当だ、めちゃめちゃ事例ある。もう本当にカフェなのに何々いっぱいみたいなのがあるので。そうなんですね。そうするとアジアで一番近いので、確かに。で、メーカー側に、デンマークの事例もあるので、じゃあそのデンマークの
材料欲しいですよって。うん遠いですって。そうですね。遠いですってなるので、じゃあ一番近いところがいいですよねっていう話で、確かタイの会社さんとはもうそういう話でになってるんですね。進みましたっていうところがあって。そう確かに、だからタイなんか気候とかでもなんか相性良さそうですね。安定してるんですよね、そうですよねこっちは。なんか安定してるっていうのもあるので、だいぶその使い勝手的には、なんだろうな、こう事例がそうですよね。増えやすいというか。なんか日本とかよりも良さそうな雰囲気がありますね。へえ。それは、そうなんだ。知らなかった。タイがあれなんですね。アジアとかだと本当にタイがあって、まあ、マレーシアも進んでいますし、なるほど。結構、アジア圏、いろいろもう、それこそインドネシアもあったりとか、施工事例がいっぱい増えてきてるので、結構あれですもんね、五十嵐さんなんかそのフィリピンだったりとか、見に行かれて言ってますもんね。そう、私はインドネシアには行って、あとマレーシアとタイにも行って、それぞれの施工を見せてもらったりとかもしてますし、まあ、うちのエンジニアはマレーシア人なので、そこはだいぶ、まあ、進んでるというか、ところもあったりするので。なるほど。この間、あれなんですよ、材料研究の名島さんいるじゃないですか。その方も、今もタイから取り寄せた、粉というか、砂っていうか、材料を調べたときに、やっぱりそれよくできてるというか、いいとは言ってて、だから日本の、まあ、多分法律はまだ整備されてないから、ちょっとその部分はあると思うんですけど、その意味では、他のフィリピンとかマレーシアとかインドネシアとかから比べると、日本は何が結構やりづらいですか？やりづらそうというか。一番は、日本ってやっぱりちゃんと建築基準法がしっかりしてる。まず法律ありますよね。そうすると、私たちの 3D プリンターでやれることで土木か、あと建築で使うんだったら、この型枠として使うか。そうですね。どっちかしかないですね。土木だったら、なお一層基準がないので、そうですね。実規格っていう、材料に対してあんまりうるさくないっていう。その規格を守っていれば、まあいい大丈夫ね、みたいな。ただ建築になると、もう、その構造的な規格と、あと中に入れるコンクリートの規格とか、っていうのが必ず守りなさいってなると、そこを減らすわけにはいかないので。そうですね。そうすると、やっぱり一番は、建物が一番早くできるってなると、プリンタしたものが、じゃあ構造として認められますよが一番本当は早い。それは早いですね、一番。ただ、そこまではやっぱり材料がどうですかがやっぱ戻る。そうですよね。また、なんか検証しなきゃいけないとか。戻るので、なので、鉄筋とか、今まで使っているコンクリートを、規格のようなコンクリートじゃなくてもいいですよとか、なると、例えば今だと、生コン工場から出たコンクリートしか使っちゃいけませんよ。そうですね。工場単位での認定というか、あれですね。そうすると、必ず現場打ちしてるのは型枠と、壁とか型枠だけになっちゃうので、現場打ちしてもいいですよっていう風になると、だいぶコストがだいぶ減るんですよ。まあ、減りますよね、それは。だいぶ減る。減るし、早くなるし、みたいなのはありますよね。そういうところは多分、じゃあ本当に構造的にどうなのかとか、材料的にどうなのかっていうところを、多分本当に海外は多分10倍ぐらい早く進んでるので。そうですよね。逆にタイとか、他のアジア圏、進んでるアジア圏は、建築基準法にそこまでなんかうるさくないみたいな感じなんですか？いや、あるんですけど、施工事例をいっぱい作っていける。土壌がまずある。土壌が一旦、まず作っていいですよ。特例でもいいから、あと作って、その後にそれをもとに法律とか、そういうのを整備しましょうっていう。でも、それはなんかまっとうっちゃまっとうですね。やっぱり作って、カフェも作ったり、病院も作ったり、ちゃんと建築に、向こうの法律にのっとってはいるんだけど、さあやりましょうの、さあやりましょうがやっぱり指導して動いてるので、やっぱりなかなか
今回セスさんがいたので、さあやりましょうね。そうですねうん。かなり、そうレアな状況ですよね。レアな、そうそう、セスさんがうんやってもいいよって言ってくれる事例があるって、そうです。すごいやっぱ大きいなと思っていて、今回今は、あれなんですか、その日本政府というか、まあ、国交省の管轄になるんですかね。まあなんかあんまりそういう 3D プリンターに対する動きっていうのは、まああんまないんですか。いや、でも、動いてはいる。動いてはいる。かなり動いてはいて、ただ、なんか、プレイヤーがそんなに多くないんですよね、やっぱり。ああ、関心を持ってる人みたいな。そう、プレイヤーとして、国交省は国の機関ですけど、そこに今度 3D プリンター事業をやりますって言った事例を作るプレイヤーがそこまで多くない。ああ、なるほど。で、やっぱその声が大きいところだけ届いちゃうみたいなのがあると、本来うちの機械と違う会社さんって全然機械が違うので、なんかそこが一つだけっていう風にはならない方が、市場はもっともっと大きくなる。まあそれはそうですよね。っていうかまあいろんな多分プリンティングスタイルとかがあるだろうから、それはなんていうか比較しながら進めた方が、いいなっていう気がします。なんかあれなんですか、3D プリンターをやってる会社さんって、木月さんの会社以外にも何社かあるんですか？何社かありますね。なんかそれぞれ機械の特徴もあって、うちは結構大きいので、大きいのをドンと一気に作れます。プリントできますと。で、ところもあれば、もっと小さくって持ち運びできますっていうところがあると、まあこういう大きいオンサイトは難しいですけど、ちっちゃいのは、土木とか向いてますとか、なんかそういうのは、なんで何を目的にするのかっていうところでだいぶ違ってくるのかな。で、うちが今回やったのは、お家でオンサイトも建てれるけど、なんならちっちゃいものもいっぱい作ればプレキャストできるよね。それはそうですね。両方できるよねっていうところで、まあ一気にやったっていうところもありますけど。なるほど。結構、機械の差はあるかな。まあその機械の差とかもなんか整理するというか、あれですよね。なんか、ちゃんと比較っていうか、どういうふうなことに特化してるかとか、まあ、どういうことできるのかみたいな、なんか普通に知りたいですよね。なんかあれなんですか、フィリピンとかタイとか、あっちのアジア圏では、土木でも普通にバンバン使われてる感じですか？もう全然建物も使うし、土木でも使うし、すごい。結構いろんなので使うんですよね。ちょっと、どれかな。一応。そうです。そういうなんか、ぜひ、五十嵐さんが、私が、見に行ったやつとか見たいですね。旅行機。旅行機はね、多分あれ、マレーシア行きましたとかあるんですけど、この前ピッチで作った資料が、ちょっと切り取ってもらうと、わかりやすいかなって思いますけど、これか。これで、実はね、かっこいいっすね。実はICT スタートアップじゃないですけど、ICT 起業家甲子園があるんですけど、そんなのがあるんですね。起業家甲子園の、東北地方とか、なんかそれいろいろ地方ごとにあるわけですよ。甲子園なので。はい。代表みたいな感じですね。そうで、それで一応東北に選ばれたの。代表で。今度3月に、すごいじゃないですか。東京で、ピッチすることができるようになったんですけど、ちょっとじゃあ、なんか、ちょっとスライドショーにして。そうですね。いい、ちょっと資料が出て。まあ、よくある。まあね、こう、なんか、ああだこうだってあると思うんですけど。でもちょっと最初から見たいですね。ちょっとやりましょうか。最初からいいですか？いいですね。この辺のこれになったら大丈夫か。そうね。どれですか？どれだろう。まあ、見えますか？まあ、見れると。見えますか？多分、そうきますか？まあ、いいと思います。はい。なんか、見えると思います。住宅をって言って、今までは建てるですけど、印刷します。まあ、でもそうですね。
っていうので、じゃあはい何ですかって言ったら、うん建設のプリントです、みたいな。で、何やるんですかみたいな話。うんで、業界の課題は、まあ皆さんご存知ですよねっていう話で、まあこんな形で。ちょっと今のグラフを見せてもらっていいですか？はい。ちょっと見てみましょうか。ああ、はい。これは国交省が出してるやつで出してるやつなんですけど、やっぱりその特にもう55歳以上が3割って、団塊世代がもうね、次、もう第二次ベビーブームの世代が、はい、次行きます、3割ですってなって、なおかつ29歳以下が1割しかないんですよ。全部の産業の中でも特に低い。いやー、すごい話ですね。他はいっぱいいるのに、建設業だけすごい少ないみたいな。いや、まあ確かにみんなやりたがらないだろうなっていう、要は炎天下の中で。そうそうそう。みたいなね。そう、なんか辛いイメージしかなくて。いや、あるでしょうね。現実的にやっぱ、冬とかだったらそれはそれで肉体的にきついですからね。で、なんかそういう、こう、現場の辛さが先に来ちゃうので、現場作業。でも、ここでよく、今回ピッチの時もそうなんですけど、アメリカって今逆転してきて、で、やっぱ AI がすごいこうわーって伸びてきてるけど、結局今ってブルーワーカーって呼ばれてる人たちが1000万以上のプレイヤーになってきてると。ひっくり返ってるっていうのを言うと、AI って、やっぱり限りが、できる人の限りがあるので、そうですね。実際に手を動かして現場でやれる人って本当に少なくなってきてるので、かなり重宝されるはずなんですよね。手に職ってかなり強いので。そうですね。まあ、しかも、当分、なんていうか AI とかロボットとかで、まあ、できなそうだなっていう雰囲気はありますよね。現場仕事。そうなんですよ。なんで、まあ、特に今回その建設の中の大工さん、まあ、要は建物を建てるところ、大工って言われるところは、もうここのなんか、半分になってる。もう20年で半分になっちゃってる。上がり方がすごいですね。もうこう、ガッと、出ますっていう感じになってる。なので、まあ日本の中で、そう、もう本当に半分ぐらい大工さんでなってますよとか、コストはもうね、そうね、コストは高くなってますよね。もうね、実感してる中古の住宅どうしましょうかっていうぐらい変わってきてるので、確かに今、物価高もあるけど、人件費も上がってるっていうのもあるんで、ダブルスタンダードになってるから、この時多分建設費を下げるっていうことは、一つはやっぱ工期を、まあ、どう短くするかとか、そうなんですよね。まあ、あとは単純にビジネスモデルとしてそれが成立する計画を立てるかの、まあ、なんかその2つぐらいかな、みたいな。あとはこうディスカウントとかグレードダウンをとにかくしてって、なんかすごいシンプルな形を作るとか、それこそコンテナみたいな、なんかそういう発想になっちゃいますよね。結構こういう課題が日本の中でありますよねっていう中で、なんか注目としては、日本だけ目を向けてると、そういう課題はあるんだけども、もう世界はもうそんなの当たり前にあるよねって思ってるので、もう市場はどんどん大きくなってっちゃってるんですよね。確かに。でもまあ、そうですね。日本だけ見るとちょっと、あれですけど、これね、65億ドルまでもう今、あれなんですか、投資が進んでるんですか？2030、この BBC っていうところが、BCC っていうところがリサーチかけてるので、今2025年で、だいたい今 3DCP だけ、建設じゃなくて、3DCP っていう市場だけで、まあだいたい357億だけど、あと5年経つと、まあ1兆円になりますよねっていう。この規模だけで、建設とかではなくて、そうすると、まあ成長率はかなり高いのでっていうのがあって、それはもう海外はそれを当たり前にして進んでるので、3D プリンターどうしようかなっていう話ではもう、そうでしょうね。当たり前にある。そうすると、なんか日本の課題って、結局、3D プリンターどうしようかなではなくても、進んでるものに追いつかないと、どんどん遅れていってしまいますよねっていうところで、まあ事例をいろいろ。今のちょっと地図を見てですね。そうですね。これ今、あれってことですか？やってるもういろいろ、もうここはもう一部分だけ。ほんの一部分
だけを地図にしてますけど、もっともっといっぱいいっぱいあって、ケニアもあるしっていう、もう本当いろんなところが。いやー、確かに相性良さそう。本当に中東はもう早いです。早いですよね。だし、相性がいいですよね。中東は早いですね。そもそもその、なんていうか、法律もそんなすごいきっちり整備されてるわけでもないだろうし、あとは、あれですよね、その、耐震みたいな話としても、日本ほどなんていうか、すごい細かく定義されてないでしょうしね。あとアメリカとかだともう100個のプリンターのデータ化もコミュニティができますって言って、もう施工して売ってますっていうのがあるので。もう縦売りがあるんですね。もう100個。見に行きたい。なんかすごい価値が。しかもなんか面白いですね。なんか組み合わせてるんですね。そう。なので、今回、全部、今回は3D プリンター全部屋根も作ったりしてる。向こうはもうその、早く作れるところと早く設置できるところをこうコンビネーションしたりするので。これでもいいですね、なんかこの。綺麗。面白いですね。住宅はもう1個のユースケースとして、もう1階から2階もありますよだったり、あと、集合住宅というか、2階建て以上みたいなのも、いろんな国ではもう作られていますよだったり、あと、カフェ。アメリカだとスタバで、もうドライブする系のスタバ作って、あとディオールと一緒にやって、なんか砂漠じゃなくて海辺にアンテナとして 3D プリンターで作ったりとか。アートはもう、スイスはもう一番進んでるかなと思う。これが、もうあれですか、事例であるんですか？本当に30メーターのタワーだと。で、国ごと、大学ができてるので、3D プリンターっていう、ありとあらゆる大学ができて、すごいので、別に建築だけではなくて、ありとあらゆる 3D プリンターがもう、1個の大学になっているので、素晴らしい、ここはもう本当に進む。スロバキアってどこも。でも、やっぱり普通にもうできてるので、あと、ニュージーランドはスケートパーク。商業的な建設だけじゃなくて、その、建物っていうだけじゃなくて、使い方はいろいろ。で、インフラとしては、やっぱ学校。ウクライナでも国土が建ててるので、戦闘地域に、じゃあ再建しましょう。建てたりとか。今回、あとこのタイの、うちが材料を買ってるところは、もう2階建てのクリニックができてたりとか、これはもう相沢さんコンクリートがトイレとかを作ってる例があるので、うちとまだ違う機械ですけど、作ってる機械もあったりとか。なんかこれ積層痕がちょっと違うんですね。そうです。細かいんですよね。材料もまた違うんですけど、だったりとか、あと、橋とか。橋ね。これはもう本当大掛かりですけど、橋だったり、あと砂漠のモンゴルでもシェルター作ったりとか。なんか確かにこういうのだったらキャンプ場とかでも行けなくはなさそうですよね。あともう防衛とか治安とかっていうと、もうこれ 3D プリンターでしたっけみたいな。確かに。なるんですけど、やっぱり早く形ができればいいので、バンカー作ったりとか、あと弊社なんかもものすごいでかいのも出来上がってるので、やっぱ軍で使うってなると、早くいかにできるか、準備ができるかっていう。確かになんか野営したりするのかもしれないですよね。その戦闘が始まったりとかしたら。なんで、そういうところで、やっぱりそのシェルター作ったりとかっていうのも、インドも。本当ありとあらゆるところが、どんどんとりあえずいっぱい作ってみて、どう活用できるかっていうところは、トライアンドエラーも確かに。なんかいいですね。羨ましいですね。羨ましい。本当に羨ましい。なので、さっきサンゴとかも。オーストラリア。なるほど。これ、要は作って海に沈めて、してあげるってことなんですね。と、やっぱ生態系を守る一つの形として、3D プリンターできる。タイもやっぱりやってますし。なるほど。これはなんか日本できそうですね。できそうなんですよね。なんでこういうところを、やっぱ民間主導では難しいところがあるので、いや、わかるな。そう。なんでこういうところができると、あと研究施設としては、スイスもやってますし、ドバイとしては、こういう
研究所を建てて、なおかつもう2030年までに全部の新築の新規の建設 25%、4分の1は 3D プリンターになりますね。もうそれ掲げてるんですか？掲げてます。16年に掲げてるので。すごいな。なので、もう10年後にはリーダーになることをドバイは掲げてるので、やっぱりプリンターの市場も大きいし、導入するとこも大学単位で入れるところもあるし、やっぱ動きがすごく早いですね。なるほどな。まあでももしかしたらこれを見てるなんかディベロッパーとかは何かしらこう考えてるかもしれないですね。わかんないですけど、木密っていうか木造住宅地がこうあって、これから空き家になってとかで、そこをまあ買い取ってプリンターでわーっと作るとかは、まあなんかありそうな気もしなくないなっていう気はしますね。やっぱこう事例が、私も前は日本の課題を見れたんですけど、いやもう結局世界的にもう進むのは決まってて、どんどん進んでいく中で、やっと2階建てうちできました日本みたいなのがあるわけですよね。そうですね。で、あと土木これぐらいの型枠作れますっていう規模感ではもう進んでない、橋作ってますからね。そうですよね。そういう意味でいくと、だからちょっと次土木とかもやってみたいですよね。そうですね。そうなんです。なのでそういう風にいくと、やっぱスケール感って、やっぱちょっと海外と違うところもあったりするので、できないわけではないので、できれば日本も追いつきたいっていうのは私の中であって。いや、なんかすごいいい資料ですね、これ。そうなんですよ。ちょうどピッチで。いつなんですか？先週の金曜日に東北のピッチがあって、もうじゃあ喋ってきたんですか？喋ってきました。そうなんですね。で、東北のピッチで、最優秀賞って言って選んでいただいたので。そうなんですか？そう。それで代表になったそう、代表になったんで、3月に東京で、全国のなんか、スタートアッパーたちが。スタートアッパーたちが集まって、なんか、みんなプレゼンしますみたいなのに、ディープテック業界に出るみたいな。いいですね。それなんか他のどんな人たちが出るかはまだわからないですか？まだわからないですけど、基本はやっぱり、熱いな。ディープテック業界って出にくいんですよね。確かに。スタートアップでやりますっていうと、なかなかやっぱり今 AI が進んで、まあフィーチャーされてますよね。AI で何かできますっていうところが結構市場としては出てるんですけど、じゃあスタートアップでディープテックやりますっていうと、結構理解してもらうのも大変だったりとか。そうですね。そうなんですよね。今回でも住宅のプリンティングって基本的に2人でやられたんですか？うちメンバーが4人いて、まあ現場で全部4人で回したんです。4人で回したんですね。で、場所としてはオペレートする、iPad 持ったりとかしてオペレートする人、で材料をミキサーの前で材料を入れる人。で、私は、なんか、全体的に、材料をまたサイロに入れる人、みたいなとか、ちょっと重機を使ったようなことができないので、そういうのやったりとかしていて、あとはもう全部回ったりとかしていて、大体4人。なるほど。すごいですね。4人ででも、そうですね。4人で、それなんかあれなんですか？あれがちょっと大きくなったりとか、なんていうか数が増えたりしても、4人で、一緒です、結局回せるかなみたいな。全く一緒なので、すごいですね。逆に言うと小さい部品作っても大きい部品作っても、基本全く一緒なので、オペレーションは。なるほど、なんか、CAD みたいな世界ですね。なんか、むしろ小さい方が、なんていうかコストパフォーマンス悪くなるみたいな、大きい方が、いいというか、出るっていうか、感じですね。なので多分、どうだろうな、こっち側の画像で、この敷地の中で、いっぱい作れば早いわけですよね。そうですよね。そうですよ。本当にこの、なんていうか、プリンターの、なんていうか、長さみたいなのを増設して、この敷地全体を、ちょっとずつプリントして、ぐるぐる回っていく方が、効率。これは効率いいよねって話です。効率なんです。再開発がやっぱ向いてるんですよね、きっとね、大きい敷地とかね。例えば、プレキャスト1個にしても、
機械が大きいので、この敷地の中でいっぱい作れるわけですね。はい1回でわーって作れる方が早いので、そうですね。そういう意味で言うと、じゃあ、用途を決めると、時間タームももっともっと短くなるし、予算もあるし、まあ、デメリットももちろんあるので、やっぱ大きいので、じゃあ設置どうするのとかっていうのは、やっぱ考えなきゃいけないところもあったりするので。ちなみにこのプリンターって、下、要はキャリブレーションをするために、真っ平らに今してるじゃないですか。平らさん。もしそのゴルフ場とか、なんかこういう波打ってる敷地とかっていう場合って、まあこう上下がずれててもいいっちゃいいんですか？ある程度、私、前やった時に、どれぐらいずれてたかな。50センチぐらいずれてたかな。はあ、50センチ。例えばこの足の置く場所が50センチぐらいずつずれてると、これが降りてくるところって必ず水平にこう、垂直にこうバーって降りてくるので、届かないところが出ちゃうんですよね。ノズルが当たらないところが出ちゃう。ああ、いや、そうですよね。そうすると、やっぱり50あると結構、ノズルの波々が出てくるので、基本印刷するところは平らじゃないと。今んとこはむずいなみたいな感じですね。そうですね、その敷地の、なんか下がこう波打ってた時に、まあ、それもわかんないですけど、CAD データとして作っといて、それも見込んでプリントするならまあ、いけるっちゃいけるってことですね。全然ある。その場合でも、なんか例えばすごい斜面地だとして、こことここにこう支柱がこうあって、で、ここも込みで 3D プリントするって時に、その場合ってこう、射出するときこう斜めにこう、多分こう、なんて言ったらなんかこういう風にプリントするみたいなこともできるんですか？斜めに行くこともできます。こう、動きとしては、こう行くってことですね。そうですね。これが、この縦軸がこう下がりながら、この子が横にスライドしながら、みたいなのは、形としてはいける。で、その時でここが、こう上がっていくこともできる。上がっといて、下がりながら印刷します。ただ限界は、まあこっち側の高い側になるけどもってことですよね。なるほど。なので、考えればなんかいけそうっちゃいける。いけそうな気はしますね。まあでも基本はフラットでやる方が、コストパフォーマンスというか、その早くやるっていう意味ではいいですよね。それはそうかも。なんで結構ロボット型だと、こう、そういう、こう、軸がいくつもあるので、ロボット型だとそれ得意なものもあるとか、あとこれだと、いろんなところにこう飛びながら印刷ができる。そうですね。一回押しちゃうと飛べないっていうのもあったりするので、まあそれは本当機械の特性かなって。なるほど。思いますね。いい話ですね。なんで多分、もっともっと市場がとか知ってもらう機会がないと。そうですね。まだやっぱりYouTube とかのコメントでも、本当真新しい、まあ日本では絶対的に新しいと思うんですけど、そういうなんていうか扱いですよね。まだ日本の中だと。なんで結構プレイヤーが少ないってなると情報が少ないので。少ないですね。なんか A からさ、ABCD があったら違いがわかんない。そうですね。僕も全然わかんないです。その五十嵐さんに、実際にこのプリンター、試し刷りしてるところの、場所に行って、まあ、こっからこう入れて、ミキシングというかこう混ぜて、水調整してこういって、みたいな、ぶっといノズルみたいなのがいって、みたいな。なるほど。これだからまたちょっと違う、施工技術だなというか、施工ノウハウだなっていうふうには、もちろん思ったんですけど、でもなんかやっぱ、僕が思ったのは、あれですね、材料が、変わるというか、新しくもしこう、日本でも使って構造としても耐えうるみたいな整備が本当進んだら、結構ブレイクスルーになるなと思っていて、個人的にはですけど、その木造があって、で、鉄骨が S 像とかがあって、で、RC っていうのがあって、で次にこう 3D プリントでやるときって、どういうその構造体っていう考え方になるのかな。それこそなんかドームみたいな、なんか
だったらいいみたいな話なのか、それは多分きっとこれから整理されていくと思うんですけど、なんか新しいその構造の形式じゃないですけど、なんかそうなったらちょっと面白いなみたいな気はしてますね。そうですよね。なんか私も全部が変わるとは思ってなくて、なんかいろんな立て方のうちの例えば 1% だけ変わるだけでも、選択肢が増える。できないことができる。できるだけでも違うと思ってるので、全て変わるとは思ってないので、ここはなんか、臨機応変に使える場所が増えればいいなっていうのは一番思いますね。なんか、それこそ、今回、電気を入れてもらったりとか、配管入れてもらったりというのは、やっぱりさっきの職人さんしかできないので、そうですね。それも一緒にやることはまあ難しいわけですよね。なんかその一部分が変わるっていうところで、何かしらこうコストの削減だったりとか、もっとこう自由度が増すというか。そうですよね。確かになんか日本でもどんどん事例見てみたいですよね。ということです。まずね、これを見た方、ぜひシェアをいただいて、おせしさんをね、五十嵐さんのところに繋いでいただけると、助かるなっていう。そうですね。こんな事例があるよって、こんなことできるんだよ。そうですね。それこそ、さっきのスケートのところじゃないですけど、あれって別に 3D プリンターだけで作る必要はない。そうですね。木と融合したり、その 3D プリンター樹脂と融合したりとかして、そういうこう建物自体をいろんな融合して作るっていう方が、私は楽しいと思ってるので。そうですね。アメリカのさっきの事例とか良かったですよね。ここだけ、ぐるっとしたところだけ壁は作って、構造体は普通にラーメンで組んじゃってみたいな。なんかでも土木の方が先に全然なんか需要というか、ありそうな気もしなくはないなと思うんですけど、土木はあんまりなんか声かかったりとかないですか？うちにはね、やっぱかかってないんですよ。やっぱ他の違う会社さんとかには、でも土木やってるんですか？土木やってます。そうなんだ。やっぱり土木って、一個が大きくないので、一個一個、なんだろう、こう、なんか排水溝じゃないですよ、なんか。ちっちゃいじゃないですか。区切りでこう分かれてる。分かれてるじゃないですか。で、こう、パーツでこう置いていけるので、で、プラスその材料の問題とかっていうのも、建築より厳しくないので、そうですね。そうすると土木のところは、やっぱり、違う会社さんがやられてるんですけど、そこがやっぱり先にやりますって言うと、やっぱそこに問い合わせが必ず来るので、他に問い合わせ先もね、ないので、まあ、うちもできますよみたいな形でいければ。まあ、まだちょっと知られてないっていう話も、認知度問題はありますよね。めちゃくちゃあると思います。まあ、うちもそうですけど、知られてないんだよね。そう、なかなか知られない。知られないですよね。黒子として。そう、わかります。まあ、なのでちょっと土木関連もぜひ、五十嵐さんにご連絡いただきたい。いただければ、ぜひ広げていただければと思いますね。でもちょっと1時間も経ってないですけど、まあちょっと休憩を挟みますか？そうですね。はい。はい。だらっとして。だらっと。そうです。ご視聴ありがとうございました。少しでも気に入っていただけた方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。